皆さんこんにちは。春広夫婦です。私たちは21万円で購入したこのハイジェットカーゴを2人で DIY して車中泊しながら日本一周の旅をしています。DIY 中の動画はショート動画にアップしているので、ぜひチェックしてください。この動画では普段私たちが生活している車内の紹介をしたいと思います。はい。それではルームツアースタスタート。じゃあまずは外壁の紹介です。外壁の塗料はタカラ塗料で購入しました。で私たちはミルクティーベージュとアイシンググリーンのツートンカラーしました。全部ローラーで塗りましたね。よーく近くで見るとだいぶまあね。見ないでほしいぐらい無駄があるんですけど、遠くから見たら可愛いっていう感じです。はい。で、この車、どこでも言ってなかったんですけど、名前があります、実は。お、名前があるんですね。名前があります。何ですか？しずえさんです。しずえ。しずえと言います。2人とも緑は好きだったから緑を入れたかったんだよね。そうだね。でも全部緑だとだいぶ暗くなるかなということで、じゃあ、動物の森に出てくるしずえっぽい感じ、イメージをしずえっぽい感じにしようかっていうのでこの色を選ぶ。なのでしずえと呼んでください。皆さんちょっとねヤマトにするか迷ってよ。黒猫のね。黒猫のね。一瞬ヤマトもよぎったけど、やっぱずっと最初からしずえで呼んできたので、この子はしずえです。で、車の上にはルーフキャリアをセットしていて、トランクカーゴ大きいのを2個積んでます。あとソーラーパネルか、向こう側にソーラーパネルも積んでソーラー充電できるようにしてあります。トランクカーゴの中身なんですけど、普段そんなに使わないものを入れていて、こっち側にキャンプグッズ、キャンプのテントとかタープとかを入れているのと、こっちが、夏服かな、夏服とあと登山靴を入れてます。で、基本的にはしご、ここに今ヒロが乗ってるんだけどはしごが置いてあって、それに乗ってでヒロが届くので全部ヒロが下ろしてます。こうやってだからいつもパワーを送ってます貸して、はい、送らずに貸してくれ。次、運転席周りの紹介をしたいと思います。運転席、助手席の部分は DIY したところが大きく分けて5個かな、5個あります。そんぐらいだね。まず1つ目、このサイドのドアの部分、ここをカラースプレーで塗装したのと、これはフェイクレザーをベッドのクッションの生地と同じフェイクレザーを貼ってます。前のダッシュボードのところも外せるところは外してベージュ色にスプレーで塗りました。2つ目がこのシートカバーだね。シートカバーです。自分で縫ったんですけど結構大変だった。ミシンでやったんだよね。ミシンで縫いました。でシートカバーはこの椅子の部分と上の部分で2つこう分けてセットできるようにしてあって、背もたれの部分は個人的にはうまくできたかなっていう感じです。全部上手にできてるよ。3つ目の DIY がこちらです。スマホ置き、ナビをするときに置いたりするんですけど、こんな感じでパカッと開けるとちょっとした小物を入れられるような収納スペースにもなってて、これは全部ダイソーで売ってたものだね。そうそう。これとこれは端材か、端材とこれもダイソーで売ってた壁に多分シュッとする写真立てみたいなもので、それを3つ組み合わせてこういうものを作って入れました。はい、次4つ目の DIY がここです。ここはもともとここに吸い殻の捨てるところがあったんですけど、そこをくり抜いてこういう感じで引っ掛けを作って、あとはサイドブレーキの上に来るようにこんな感じでアームレストを作りました。アームレストはヒロがねどうしても作りたいって言ってて、そう、肘置いて運転したいから。作
作るなら収納スペースになった方がいいって春が言って、ここにちょっとした小物を入れられるようなスペースを作ってもらいました。で最後5つ目、5つ目がこれです。日よけカバーでこれは100均かなのジーンズ生地で作ったんだね。で中はもともとついてたクッションみたいなやつ。クッションは入れてて、外のカバーだけ変えてる感じです。では次に後ろの席の紹介です。後ろの席は普段私たちが寝る場所だったりご飯を食べたりする生活のスペースとなっております。床は、ベッド用のマットレスを7等分したものを敷き詰めて敷いてます。じゃあまずは、上の棚から紹介したいと思います。まずこの両サイドに棚をセットしています。でこの棚なんですけど、大きい棚がねここにあって、ここの部分とあとここですね、ここにこの L のやつをつけて、ここに木を固定して、釘ネジで打ち付けて固定してます。ここの裏にももともと開いてた穴があるんだよね。そうだね、ネジ穴が、だからそれを使ってこの L 字を止めています。なので車体とこの棚が固定されている形になります。ではまずこっちの棚から載ってるものの紹介なんですけど、ここにまずヒロのヒゲ剃り、あと一酸化炭素のアラームを置いてます。自分たちは、カセットコンロで車内で調理しているので、一酸化炭素のアラームは必須だね。でこの横に、ヘアアイロンと、あとはハンディファン。これは車内でね料理するときにちょっと風を通しを良くするために使ってます。はい、あとはヘアバンドつけてます。でこっち側ですね。こっちはビタミンとかコンタクトとかもらったスタバカードとか、あと薬ケースとかフェイクグリーン、あとオロナイン系、クリーム系を入れてます。でここの下には滑り止めシートを貼って、その上にこれを置いてるのと、あとこんな感じで麻紐をサイドの部分にひっつけて、こういう感じで、落ちてこない、カーブとかでも落ちてこないようにしてます。はい。はい。じゃあサイドこんな感じで、次後ろかな。後ろの棚ですね。後ろの棚は見てわかるようにタオル系置いてます。で、ここにもね、滑り止めシートを下につけて、バスタオルをギュッとまとめてるので、ここはね、留め具ないんだけど、全部揃ってると落ちてこないかな。で、この棚も、横の大きい棚ね。大きい棚のところに、だからネジ打って留めてます。このバスタオル、後ろ側はこんな感じで、ここに留め具、押さえをつけてます。で、ここに、こういうフックがあるので、なんか乾かしたい時とかはこうやってかけて垂らして乾かすようにしてます。はい。で、忘れちゃいけないこれですね。馬棒です。バナナマンのグッズ、ライブグッズだね。これはもう磁石でくっつけてるだけなんですけど、袋系エコバッグとか置いてるのと、掃除用のミニぼうきと潤いティッシュ、あとは夜暗いところで移動する時の持ち運びライトと、これが私のメイクポーチ。かなり厳選して持ってきました。はい、では次にこのサイドの大きい棚、メインの棚を紹介していきます。でまずこっち側ですね。この棚本当にヒロが頑張ってくれました。ここが本当にね滑らか、こんな感じなんですけど、こっちは調理グッズを主に置いてます。調理グッズって言っても本当に塩コショウ、普段よく使うねもの置いてます。こういう石もいただいたもの持ってきてます。でこれもねもらったものなんだけど可愛くて、この中にお砂糖とかコーヒー飲むので砂糖とかマドラーを入れてちょうどいい、そうだね、置いてます。ここはね普通に持ってきてるものを使うこともあるんですけど、とて
めんどくさい時はこのコップで飲むことが多いです。でここ持ち上げるとテーブルになります。かわいいね。かわいい。ただちょっと強度がそうだね、あんまりそこまでね強くない、薄いし、うんそこまで壊したくないのでちょっと丁寧に使ってるのであんまり使ってないですって。ちょっと物を置いたりする時とかぐらい。本当にちょっと置くぐらい。そうだね。でここでパソコンの作業をしようかなと思って作ったんですけど、実際パソコン置けないんだよね。そう、ここにねあるから実際置ける幅がこのぐらいなので置けません。だからメイクする時とかご飯炊く時に作ってます。でこの下はコーヒーのスペースですね。コーヒー豆とこれなんか便利なんだよね。こうやってできる。そうだね、折りたたみのあとはフィルターとミルトコーヒーミルと置いてます。でこれ机をね畳むことでこれちょうど落ちてこなくなるので出てこなくなるので、いいね。次じゃあ逆側の紹介ですね。逆側は基本的にはなんだ化粧水とか置いてて、温度と湿度が分かる時計をセットしていて、これはこれがこれ持ってきたかったのでこれが入るように棚のサイズをね測って作りました。あとはこれね、これもヒロの力作のメガネケース。私たちメガネ普段かけるので1人2本メガネ持ってきました。でこのメガネなんですけど、このままこうやって置いてるとこう落ちてくるので落ちてくるので、ここにフック、こういう何型なんだろう、フックをつけてここにこの鼻のところを引っ掛けて落ちてこないようにしてます。お気に入りスペースです。でこの上もこれは私がつけたいって言ってるんで、これもフックに、これはもう既存のポーチをつけてるんですけど、ここは歯ブラシとか歯磨き粉とか糸ようじとかが入ってるスペースです。通気性もいいし、でもこう歯ブラシが入ってるって見えないような感じになるのですごいお気に入りです。あとはこの辺はリップとか化粧水のパックとかあって、でここに鏡、ここもフックがかかっていて、こういうのでつけられるようになってます。フックめちゃくちゃ愛用してるよね。フック使ってるね。カーテンはもうちょっとちゃんとしたものをつけるか、あとなんだっけあれ、サンシェードだけでいくかどうするかって言って結構悩んでたんだけど、とりあえずこれでいいかって言ってダイソーで買ったものをつけてます。最初はここが S 字の部分で、ここに突っ張り棒を引っ掛けて垂らしてたんですけど、こう上にね当たって結構落ちてきて、もうヒロがキーンってなってたので無理やりここに入れました。こうやって使うものじゃないんですけど。あとは我が家のコンセントはここの部分4口で、これも後ろの鼻のところにネジをつけて、ちょっとだけこう引っ掛けをつけて、ここ引っ掛けられるようになってるので、ここに引っ掛けてます。こんな感じでつけて使っております。可愛いしお気に入り。これはハインズだね。ハインズで買いました。はい、じゃあ次にこの床下収納の紹介をします。まずこの大きい2つの部分、ここが基本的に使うかな、よく。そうだね。開けることが一多い。番使うことが多いね。こっちか。まずこっち側から開けてみます。はい。主に調理グッズとかを収納しております。ご飯炊くやつとか、あとカトラリーセットとか、まな板とか、なんだっけこれ、ラフマルカセットコンロとか、あとはガスとかを置いてます。逆サイドは逆になんだ、お米とか、そう消耗品、こう
ウェットティッシュとか、あと除菌シートとか、ジップロックとかゴミ袋とか、あとはお風呂入れない時のシャンプーとか体拭くシート、消臭スプレーとか、パスタ、お米、あとスープ関係とかかな、だしとか。そうだね、ふりかけとか、はい、あとまああっちに入んないコーヒー。そう、あとはまあお子様の時計とか。で、お子様の時計が入ってるの。これちょっともったいなくてまだ使えてないですね。もらったんだね。さあ、もらった。いざという時に使いたいと思います。そうだね。いつか来るよきっと。じゃあ続いてこっち側行く？そうだね、前から行こうか。じゃあこの前3つ紹介します。よいしょ。ちょっと汚いですけど、ここは電気系？電気系だね。を置いてます。ゲーム機とか、あと充電関係とか、カメラとか、あとは我が家の一番大切なもの、エコフローちゃんを置いてます。で、このエコフローの充電に関してなんですけど、まあ屋根の上に積んでる太陽光パネルから充電する、もしくは走行充電、シガーソケットから充電することもできるので、まあどちらかでやってます。今冬は結構太陽光パネルからの充電が弱いので、基本的に走行充電で充電することが多いですね。はい。真ん中はこれが食材だね。そう、食材といってもこれ冷蔵庫じゃないんで、基本的にすぐ使わないといけないんですけど、みかんしか映ってない。和歌山県にいます。今ね、和歌山にいるのでみかんたくさん買ってるんですけど、すぐ使い切れるようなものだけ入れるようにしてます。はい、お水のケースを3本置いてます。これは私たちはツルハドラッグで水を汲んでるんですけど、この一番奥のところはこんな感じで2人の洋服が入ってます。衣替え1回、そして今秋冬用の服が入ってます。普段ここにテーブルを設置してね、ご飯食べたりしてるので、そのテーブルの設置をしたいと思います。はい、まずはここの2つのクッションを開けます。で、足を下ろしたいときはここに入ってるものたちをどかして、でテーブルがこの運転席助手席の間に入ってるので、こんな感じで取り出して、この隙間から足をね2本ずつ、これをよいしょよいしょ。引っ掛けるところが左右に1箇所ずつあるので、ここにちょうどこの足が入るように持ってきます。で、ここで普段ね、パソコンやったりご飯食べたりしてます。結構基本毎日出してるよね。夜ご飯ってなったら出して、で寝る前まで、作業したりして、で寝る時にまたしまうという形です。はいはい、こんな感じです。はい、こんな感じで私たちの社内紹介となります。はい、どうでした？旅に出て1ヶ月経って、どうかな、だいぶこう馴染んできて、普段使うものとかを最初で旅に出た時よりちょっとこう配置が変わってたりもするんですけど、だんだんと自分たちに合った車になってきたかなと思います。で、これから自分たちはこの車で引き続き車中泊をしながら日本一周の旅を目指したいと思います。各地でもしこの車を見かけたらお声掛けしていただけると嬉しいです。この動画を見て、私たちのことを応援してくれる方、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。お願いします。それでは次また旅の動画をアップするので、その時は動画をチェックしてください。
お願いします。バイバイ。